どうも、モブです。今回は、光の攻防バラン、ハードモード100回の攻略になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、編成からだよ。まず、1番、光の攻防バラン、ハードモードをクリアするには、推奨戦闘力の95万を超える、または95万に、少しでも近づける必要があるよ。その理由として、推奨戦闘力より低いと、クリティカル確率、与えるダメージ、精密度、ブレイクダメージなどが減少し、大幅に攻略が難しくなるよ。特に、今回は、ブレイクダメージの量に大きくデバフが作用するため、戦力上げが一番の近道だよ。とりあえず、93万あたりが、ブレイクダメージを含め、デバフが小さくなる数字なので、攻略するには、最低でも93万が必要だよ。また、攻略に成功したギルドメンバーが、95万から96万の戦闘力だったため、安定して周回するとなると、95万を超える必要がありそうだね。戦闘力を上げるとなると、課金するしかないと思うけど、アーティファクトやコア、さらに、ハンターの専用武器の借り物でも少しずつ上げることができるよ。画像のように、ハンター本人の専用武器でなくても、同じステータス参照の凸が高いハンターの武器なら、大幅に戦闘力を上げることができるよ。武器は、売価は固定で、もう一本は、エッジオブジーク、月影、短剣、長剣のどれかがおすすめだよ。大抵の人が、月影を選択すると思うけど、月影はギルドボスでも使用する武器となるので、セレクトするなら月影が良さそうだね。また、次元進化をしていると、戦闘参加時に、基本ステータスが増加するため、攻略が楽になるよ。影は、サブのケルベロスとアイアンは固定で、リーダーが個人の判断になるよ。自分の場合は、より、ベテランアーティファクトの重複を狙いたいため、イグリットを採用したよ。次は、アーティファクト。アーティファクトは、基本的に戦力を上げたいため、レベル78のアーティファクトが基本となるよ。しかし、水篠のアーティファクトは、エンジュ8より、エンジュ4ベテラン4の方が、総合的にダメージ量が大きくなるよ。たとえ、戦闘力が95万を下回ったとしても、ベテランを挟んだ方がいいよ。次は、コア。コアは、かなり戦力を盛れる要素となるため、まずは、所持しているコアの中から良さげなものを選んで、レベル10まで上げよう。また、レベルを上げるにあたって、100回では、水篠モードのため、ハンターの属性はほとんど気にしなくてはめていいよ。さらに、光の攻防で使う、闇属性や風属性のコアを中心に育てると、他の階層の攻略も楽になるね。とりあえず、コアの厳選と、レベルを上げるために、一旦ノーマルを何周か回るのも悪くない選択肢だと思うよ。次は、祝福の石だよ。祝福の石は、ブレイク量に関係する。粉砕と弱点カンパは必須になるね。また、バランは防御力が高いため、殺気もおすすめだよ。あとは、攻撃力を上げる祝福や、クールタイムタンスクの再覚醒も良さそうだね。さらに、致命の一撃は、クリティカルが命中すると、ブレイクゲージを削ってくれるため、早い段階でブレイクできるようになるので、使ってる人が多い印象だね。生存に関する祝福は、安定のデイリークエストクリアや、カサカの鱗を使用したよ。そこまで攻略に大きく影響するものではないので、戦闘力目的で、レア度が高いものをはめてもいいかもね。次は、スキル。おすすめのスキルルーンは、バイルスラッシュと、真空輪になるよ。他には、新しいエクステンドや、アブソリュションになるけど、実装直後で、持ってる人も少ないし、レベルやレア度も高くないので、バイルスラッシュと真空輪を強くおすすめするよ。次は、光の攻防の祝福バフだね。この画像は、初めてクリアした時に選んだバフになるよ。ブレイク効果は人によってつけるか、つけないか分かれると思うけど、つけたとしても1個までにしよう。2つにすると、総合的な火力が足りなくなる可能性が高いので、1つになるように調整しよう。また、基本的には攻撃力増加や、クリティカルダメージのバフがおすすめとなるよ。
防御力減少のスク服は何個もつけると大きな効果を生むけど、1個では数値も低く、大した効果も見込めないので、攻撃力とクリティカルダメージを優先しよう。また、1個手前の戦闘ステージでは、おそらく大抵の人が闇属性パーティーで攻略し、必殺技ダメージ増加のバフを2個ぐらいつけていると思うけど、戦闘ステージをクリアしたら、100回攻略の前に、再度スク服を見直して厳選しよう。最後は、立ち回りについてだよ。基本的に、常に同じスキルコンボをどんどん決めて削っていく感じだね。あとは、しっかりとブレイクスキルが当たるときに、スキルを発動するくらいかな。スキルコンボは、影発動、回避からの影踏み、高坂、ブレイクスキル、見延べ、月影、ダッシュ、バイルスラッシュになるよ。また、攻略する上で、バランの特定行動が発動すると、かなりのタイムロスになるので、バランの特定行動をスキップさせると、クリアしやすくなるよ。自分は、2回目の特定行動の 40% 直前で残して、1回目の特定行動の後に、スキルコンボと必殺技で、第2フェーズに進む形で周回しているよ。また、個人の差によって、バランの HP の削り具合が変わってくるため、スキル使用順や、バイルスラッシュの時に、ダッシュを連携させるのか、させないのかなどを変える必要があるよ。また、スキルコンボで意識するのは、月影の月食効果3秒の間に、バイルスラッシュを打ち込むことと、脳刀術のバフ意識だね。また、バイカは、基本的に初動と、道中で何回か発動させて、早めに最大重複させるのが、一番の目的だね。あとは、ベテランアーティファクトの攻撃力重複狙いで、余裕がある時に、満開を発動させよう。フェーズ2は、フェーズ1と同じように、まずはブレイクゲージを削って、ブレイクさせたら同じスキルコンボでどんどん削るよ。ここまでで、レンジやベテランの効果がかなり重複してきているため、削りやすい印象だよ。また、フェーズ1よりめんどくさい特定行動がないので、フェーズ1をどれだけ早く抜けれるかが勝負だね。自分の場合、残り時間が3分1桁から2分50秒あたりで抜けると、クリアが安定するよ。悪くない戦いだった。今回の動画は以上になるよ。これからも、このチャンネルでは、俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。